こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。今日は皆さんも一度は聞いたことがあるかもしれないテーマ、オタク文化についてお話ししたいです。はい。皆さんは何か大好きなものはありますか？うん。アニメですか？漫画ですか？アイドルですか？ゲームですか？うん。これが大好きで毎日考えてしまうというものがある人はオタクかもしれません。はい。実は日本でオタクという言葉のイメージはここ10年で大きく変わりました。うん。昔はオタクという言葉にはあまりいいイメージがありませんでした。1980年代に生まれたこの言葉は、当時は暗い人とかコミュニケーションが苦手な人というイメージが強かったんです。うん、当時の人たちは自分がオタクであることを隠したがる傾向がありました。うん、隠そうとする人が多かったです。はい、学校や職場でアニメが好きというのは少し勇気がいることだったんです。うん、そして今オタクのイメージは180度変わりました。オタクは一つの文化だという考え方が広まりました。うん、今の若者にとって、オタクはかっこいいことや誇らしいことになっています。どうしてネガティブなオタクのイメージが180度変わったと思いますか？うん、理由は2つあります。1つ目は今の SNS 時代では何かにすごく詳しいことはとても大きな武器、スキルになるからです。浅く広く知っている人より一つのことを深く愛しているオタクの方が、魅力的に見えますよね。はい。そして2つ目はオタクという言葉を少しソフトにした推し活という言葉が流行したことです。うん、推し活とは一番好きなアイドルやキャラクターを応援することです。うん、この推し活という言葉がたくさんの人に使われるようになって、女性や社会人も自分を表現しやすくなりました。今では芸能人とかスポーツ選手も私は〇〇オタクですと堂々と言います。うん、もはやオタクではない人を探す方が難しいかもしれません。うん、ちなみに私は野球オタクと文房具オタクです。はい。ところでオタクの活動はとても幅広いです。うん、今の日本で流行っている具体的なオタク活動を5つ紹介します。はい。まず一番重要な活動は情報収集です。はい。情報を集めることです。オタクはこれをディグると
行ったりします。はい。今は X や Instagram、TikTok などのSNS が中心です。推しの公式アカウントはもちろん、同じ推しを持つ仲間がSNS でつながって最新情報を一緒にチェックします。はい。そしてオタク活動の2つ目は、グッズを持って出かけることです。はい。昔はグッズは家で大切に飾るものでした。うん、でも今は外に連れて行くのがトレンドです。例えばアクスタ、アクリルスタンドを持っていきます。これは推しの写真がプリントされた透明な板です。うん、アクスタ以外にもぬいぐるみを持っていく人もいます。これは推しをデフォルメした小さな人形です。これらをカフェや旅行先に持って行って風景や食べ物と一緒に写真を撮ります。なんか推しと一緒に旅行している気分になれます。オタクにとって最高に幸せな時間です。はい。そしてオタク活動の3つ目は、推しカラーを身につけることです。うん、自分の推しのイメージカラーを服やネイル、アクセサリーに取り入れます。例えば推しのイメージカラーが紫なら、紫のネイルをしたり、紫色のカバンを持ったりします。周りの人には普通のファッションに、ね、見えますけど、自分にとっては推しと一緒にいるという幸せな気持ちになれるんです。はい。そしてオタク活動4つ目は、記念日を全力で祝うことです。はい。推しの誕生日はオタクにとって自分の誕生日よりも大切な日です。最近のトレンドは本人不在の誕生日会です。はい。文字通り本人はそこにいません。でもファンたちは豪華なホテルやレンタルルームを借りて推しの写真やグッズをきれいに並べます。そして推しの名前が入った特別なオーダーメイドケーキを準備して仲間と一緒にお祝いします。最近ではその様子を動画に撮ってYouTube や TikTok にアップするのも推し活の定番になっています。本人がいないのにお祝いするのと不思議に思うかもしれないですけど、ファンにとっては推しがこの世界に生まれてきてくれたことに感謝する、とても大切な儀式なんです。はい。そして最後、5つ目のオタクの活動は聖地巡礼をすることです。はい。これは実際に外に出て活動します。はい。アニメや映画のモデルになった場所を訪ねることを聖地巡礼と言います。これはもともと
宗教的な言葉なんですけど、今はオタク文化の言葉としてたくさんの人に使われています。例えば、お気に入りのアニメのシーンと同じ場所で写真を撮ったり、作品に出てきた食べ物を食べたりします。この聖地巡礼は日本の観光業を支える大きなビジネスになっています。うん、オタクはよく経済を回すという言葉を使います。はい、これは、自分がたくさんお金を使うことで、大好きな作品や推しの活動がこれからも長く続いてほしいという願いが込められている言葉です。はい、誰かのために、何かの作品のために一生懸命お金や時間を使います。これは今の日本人が見つけた新しい幸せの形かもしれません。はい。そしてオタクの世界には教科書には載ってないけど SNS でよく見る言葉があります。はい。今日はその中から特に重要な言葉を3つ紹介します。はい。N3、N2 レベルの皆さんはぜひ覚えてみてください。はい。ではまず1つ目は沼にはまるです。沼は深い池のことです。一度足を入れるとなかなか抜け出すことができません。そこからあるものに夢中になりすぎて抜け出せなくなることを沼にはまるというようになりました。例えば最近日本のアイドル沼にはまってしまいましたというふうに使います。はい。そして2つ目の言葉は尊いです。はい、尊い。これはもともと神様や仏様などとても価値が高いものに対して使う言葉です。でも今のオタクは推しが素晴らしすぎて眩しいと感じた時に、尊いとつぶやきます。言います。これは言葉にできないほどの、感情を表す最高の褒め言葉です。はい。そして最後3つ目の言葉は語彙力が死ぬです。はい。語彙力は知っている単語の量という意味です。はい。推しが本当にかっこよかったり作品が良かったりするともうオタクはショックでなんか言葉が出てこなくなります。はい。すごい、やばいしかもう言えなくなる状態のことです。はい。例えば推しの新曲が良すぎて語彙力が死にましたというふうに使います。面白い表現ですよね。はい。自分の感動を伝える言葉が見つからないくらい心が動かされたという強い表現です。はい。今日は日本のオタク文化についてお話ししました。オタク文化は日本経済に大きな影響を与えています。
でもそれだけじゃないんです。オタク活動をしている人たちはみんな目がキラキラしています。推しのために仕事を頑張ったり、推しのセリフを理解するために日本語を勉強したり、うん、こう何かに熱中することは人生を豊かにする最高のスパイスです。うん、最後に皆さんに質問します。皆さんは何のオタクですか？はい。今皆さんの推しは誰ですか？はい。ぜひコメント欄で教えてください。日本語で書くのが難しい人は単語だけでも大丈夫です。はい。皆さんのコメントを楽しみに待っています。はい。今日はここまでです。いつもたくさんのサポートを本当にありがとうございます。また皆さん次のレッスンでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。